皆さん、こんにちは。優しい日本語ポッドキャストへようこそ。たけしです。今日は皆さんに特別な日のためにというとても素敵なお話を紹介します。今という時間の価値について深く考えさせられる、少し切なく、でも私たちの生き方を変えるかもしれない大切な教えをくれる物語です。それでは始めましょう。姉のジャンが亡くなってから数日が経った日のことです。私は姉の夫、つまり義理の兄と一緒に姉の遺品を整理していました。家の中はとても静かでした。義理の兄が姉がいつも仕事をしていた机に向かいました。そして一番下の重い引き出しをゆっくりと開けました。中から出てきたのは薄い絹の紙に丁寧に包まれた小さな包みでした。彼はそれが何なのか知っているようでした。彼は静かに外側の包み紙を破りました。中から出てきたのはとても綺麗な絹のランジェリーでした。柔らかいシルクの生地に繊細で美しいレースがついています。お店で買った時の値段の札もまだ硬いままついていました。そこに書かれた数字は決して安くない金額でした。義理の兄はそれをそっと手に取って私に見せながら言いました。ジャンはこれを8年か9年前に僕たちが初めてニューヨークへ旅行した時に買ったんだ。彼は少し寂しそうに続けました。でも彼女はこれを一度も着なかった。特別な日のためにずっと大切にしまっておいたんだ。本当に特別なことがあったらその時に着ようと思っていたらしい。彼はため息をつきました。もうこの日以外に彼女にとっての特別な日は来ないからね。彼はそのランジェリーを姉がお葬式で着ていく他の服と一緒にそっとベッドの上に置きました。そして空になった引き出しを静かに閉めると、まっすぐ私の目を見てはっきりと言いました。いいかい、覚えておいてくれ。特別な日のために何かを取っておくなんてことは絶対にするなよ。その言葉はまるで石のように重く深く私の心に沈んでいきました。お葬式が終わり、家に帰る飛行機の中で私は彼の言葉を何度も思い出していました。窓の外の雲を眺めながら姉のことを考えていました。姉がしたかったけれど結局できなかったたくさんのこと。彼女がいつかやろうと思っていた小さな夢のすべて。彼女自身がその日が特別だと気づかないままあっという間に過ぎてしまったたくさんの普通の日々。その時私ははっきりと悟りました。人生は私たちがいつか使おうと思って戸棚の中に大切にしまっておけるような甘いものではないのだと。今この場所でこの瞬間に楽しまなければ意味がないのだと。その時から私の人生に対する考え方は大きく変わりました。私は特別な日のために何かを取っておくことをきっぱりとやめました。お客様が来た時だけ使っていた美しいガラスのコップや綺麗なお皿、今では戸棚の奥から出して毎日の食事に使っています。少しいいワインを何でもない平日の夜に開けることもあります。
お気に入りの少し高価な服。昔はパーティーや特別な食事会のためにしまっていましたが、今はただスーパーへ買い物に行くだけの時でも自分が着たいと思ったら着るようになりました。こんな素敵な服を着てどこへ行くのと聞かれるかもしれません。でもいいのです。今日この服を着て私が幸せな気持ちになることが一番大切なのです。一番好きな高価な香水も特別な日のために取っておくのはやめました。お店の人が少し嫌な顔をするかもしれませんが、気にしません。私はいつかとかそのうちという言葉を自分の辞書から消しました。見たい映画があるなら、見たい景色があるなら、いつか行こうではなく、今週末行こうと計画します。会いたい友達がいるなら、そのうち連絡するではなく、今、電話しようと決めました。もし、明日、自分がこの世界からいなくなると知ったら、私は何をするだろうか、と考えます。きっと、家族や親しい友人に電話をして、ありがとうと、愛していると伝えるでしょう。もしかしたら、昔喧嘩した友達に電話をして、あの時はごめんと謝るかもしれません。きっと、大好きな中華料理のレストランへ、最後の食事に行くでしょう。私をイライラさせるのは、もし明日が来ないと分かった時に、私がやり残してしまうであろう、たくさんの小さなことです。そのうち、連絡しようと思っていた友達に、結局、最後まで連絡しなかったこと。いつか書こうと思っていた感謝の手紙を、引き出しに入れたままだったこと。そして、何よりも後悔するのは、妻と娘に、僕がどれだけ彼女たちを深く愛しているかを、もっともっと、毎日のように伝えなかったことです。だから今、私は、遅らせたり、後回しにしたりしないように、一生懸命努力しています。私の人生に、笑いと彩りをくれるすべてのことを。毎朝、目が覚めたとき、私は自分にこう言います。今日という日は特別な日だと。毎日、毎分、そして一回一回の呼吸、そのすべてが人生からのかけがえのない贈り物なのです。私たちの人生に次に何が起こるか、それは誰にもわかりません。それは突然で、時には悲しいことかもしれません。私たちは自分に降りかかってくる出来事をコントロールすることはできません。しかし、私たちは起こったことに対してどう考え、どう生きるか自分で決めることができます。どうやって目の前のことを見て、どうやって受け止めるか、そしてそれに対してどう行動するか。それこそが人生で一番大切なことなのです。今日のお話はこれで終わりです。皆さんもどうか今日という特別な日を心から楽しんでくださいね。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。